房総半島から江戸へ向かう回路を描いた作品です。画面を大きく占めるのは、かつて部材船と呼ばれた大型の商船の側面です。船の湾曲した原則がアップで描かれ、その迫力が伝わってきます。広大な穴原には小さな船も浮かび、水平線が緩やかな弧を描いて地球の丸さを感じさせます。原則と水平線の弧の対比が面白い構図です。水平線の彼方、小さな富士山が見えます。大海原の広さと船旅の孤独感やロマンを感じさせる構図です。現在の千葉市信戸あたりの海岸風景です。干潮の浅瀬で人々が潮干狩りをしたり、かごを持って働いたりしています。特徴的なのは海中に立つ2基の鳥居です。鳥居は神域への入り口を示し、風景に神秘的なアクセントを加えています。穏やかな波打ち際と労働する人々ののどかな姿、遠くには海を隔てて富士山が白く美しく描かれています。空の青と海の薄い藍色、そして砂浜の白さが清潔で明るい印象を与える作品です。現在の愛知県豊橋市にあった吉田宿の茶屋、富士見茶屋からの眺めです。大きな茶屋の木組みの間から富士山を望む構図です。中央上部には看板が掲げられ、その下で2人の旅の女性が休息し、茶屋の女性に情景の説明を受けています。周りではかごかきたちが休憩したり、わらじを叩いてほぐしています。建物の柱と梁が画面を大きく区切り、その窓枠のような空間の中に遠くの小さな富士山が収まっています。旅の疲れを癒す穏やかなひとときを感じさせる情景です。雪が降り積もった翌朝の小石川、現在の文京区あたりの情景です。画面全体が雪の白さと空や水の藍色で構成された美しい冬の景色です。高台にある料亭のような建物の2階から女性たちが雪景色を眺めています。雪に覆われた屋根や木々が静寂さを醸し出しています。空には数羽の鳥が飛び、広々とした空間を感じさせます。遠くの富士山も真っ白な雪化粧をしており、澄み切った冷たい空気感が伝わってきます。日本の冬の美しさを象徴するような一枚です。隅田川の渡し船の中から両国橋と夕暮れの富士を望む情景です。客を乗せた渡し船が大きく描かれています。船には商人など様々な人々が乗り合わせ、水面をゆっくり進んでいます。中継には緩やかなアーチを描く両国橋が横たわり、その下を別の船がくぐろうとしています。富士山は遠く、黒っぽいシルエットとして浮かび上がっています。タイトルには夕日にとありますが、空は薄暗くなり始め、
灰色のグラデーションが美しい夕暮れ時の静けさが漂っています。静岡県の田子の浦の海岸風景です。画面手前には2艘の大きな船が描かれており、その木造の質感がリアルです。浜辺には大規模な塩田が見え、たくさんの人々が塩作りに励んでいます。海にはさらに数艘の船が浮かび、貝を漕いでいます。視線の先には、左右対称に近い金星の取れた巨大な富士山がそびえ立っています。山裾の広がりが強調され、雄大さが際立っています。海と空のベロ愛が鮮やかで、波の荒さと山の静けさが対比されています。干潮時の江ノ島を描いた作品です。画面中央に江ノ島が大きく鎮座し、家屋や神社の鳥居、塔が見えます。砂州は干潮で陸続きになっており、多くの参拝客が島へと渡っています。旅姿の人々や山など細かく描き込まれた群衆がにぎわいを演出しています。海は穏やかで波打ち際が繊細に表現されています。富士山は島の右側に小さく、しかし存在感を持って描かれています。全体的に緑と青の調和が美しい、観光地の楽しげな雰囲気が伝わる一枚です。